今回は金沢のおすすめの観光スポット10選のご紹介です。どれも実際に行って良かった場所をご紹介しています。もっと良いスポットを知っているよという方はぜひコメントで教えてください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。では早速おすすめ順に観光スポットをご紹介していきます。最初にまずご紹介するのは兼六園。日本三名園の一つで四季折々の美しさを楽しめる庭園として今や世界各国の観光客にも親しまれています。そして2番目に紹介するのはそのすぐ隣に位置する金沢城公園。こちらも兼六園と並び石川県を代表する素晴らしい景観が広がっています。公園のシンボルといえる石川門、河北門、五十間長屋など外観の素晴らしさはもちろんですが、昔ながらの工法を忠実に再現した内部も必見です。実はこちらの兼六園と金沢城公園は夜の観光もおすすめなんです。兼六園では年間を通して定期的にライトアップイベントが開催されています。しかも入場は無料。ちょうどこの日は湖上の響きというイベントがあって、和船に乗った和服の女性が湖全体に響き渡る横笛を吹いて湖を回ってくれます。昼間とは違ったライトアップされた夜の兼六園も楽しむことができるので、ライトアップイベントがやっている日に金沢に観光に行かれる方におすすめです。この日は金沢城公園もライトアップされていたのでそちらにも行ってきました。こちらも入場無料。迫力のある大きな門や石垣がきれいにライトアップされていて、兼六園とはまた違った雰囲気が楽しめます。この日は金沢城公園の真ん中のステージで能が行われていました。これも無料で見れるなんてとてもお得ですよね。昔の職人たちが作り上げた大きな石垣や建物がライトアップされて浮かび上がり、とても荘厳な雰囲気でした。玉泉院丸庭園ではカラフルなライトアップが音楽に合わせて移り変わっていきます。また兼六園ではホタルの時期に数日だけ入場無料でホタル鑑賞会が開催されます。近くのホテルに泊まっていたので夜の散歩ついでに向かってみました。兼六園や金沢城の周りはライトアップされていて綺麗ですし、明るいので夜でも安心です。園内はホタルを見つけやすいように照明をかなり落としています。上に飛んでいくホタルの様子や飛んでいるホタルが木に止まる様子などを映像に収めることができましたが、ホタルはカメラで見るより肉眼で見る方がよく見えますし、とても綺麗な光なので、ホタルの鑑賞会の時期に金沢に泊まる方はぜひ行ってみてください。また年に一度行われる金沢百万石祭りもおすすめです。特に金沢駅のシンボル鼓門をバックに迫力の笛と太鼓演奏の出発セレモニーは圧巻です。観覧場所から太鼓まで結構な距離があるんですが、太鼓の迫力ある音と振動がしっかりと伝わってきます。太鼓の後はホラ貝の音で今年の前田利家役を務める中村徹さんとお松の方役の夏菜さんのテープカット、その後扇子を使った踊りや百万石行列も楽しめます。今度はバスで金沢城へ移動して前田利家とお松の方が金沢城に入場するのを待ち構えます。金沢城では前田家の慶寿を祝った盆正月が再現されていて、はしご登り、武将隊の行列なども行われていて、クライマックスに前田利家が目の前を優雅に歩いて金沢城に入場します。百万石祭りの後は兼六園と金沢城公園のライトアップイベントも楽しめますし、次の日には百万石お茶会も開かれます。一般の人にはあまり馴染みがないお茶会なんですが、この時は誰でも裏千家、表千家などの入れたての抹茶とお手前をいただけます。僕もお茶会は初めてだったんですが、ジーパンとポロシャツ姿で参加させていただきました。なかなかできない経験なので、ぜひこちらもよかったらお試しください。3番目にご紹介するのは東茶屋街です。金沢を代表する茶屋街の一つで、かつて茶屋街として賑わった
昔の街並みが保存されています。現在はお土産店や飲食店などがリノベーションされた町屋を店舗として多数営業していて、外国人観光客も多く、情緒あふれる古い町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区となっています。茶屋街ってお茶を飲む場所だと思っていたんですが、芸妓さんが粋で雅な芸で客をもてなす大人の社交場だったようです。昔の街並みを歩いてみたい方におすすめの場所です。一通り東茶屋街を見たら、近くにある浅野川に向かいます。浅野川はとてもきれいな水が流れていて、流れが穏やかなので女川とも呼ばれています。目の前に見える橋は浅野川大橋。国の登録有形文化財に指定され、大正ロマンの雰囲気を今に残すアーチ型が美しい橋として絵になる撮影スポットとして人気となっています。ここから川沿いを少し歩いて、今度は和江町茶屋街に向かいます。ここは東茶屋街、西茶屋街と並んで金沢三茶屋街とされる場所で、細い路地と千本格子が続く街並みは金沢らしい情緒を残し、国の重要伝統的建造物保存地区に選定されています。少し中に入って細い路地を進むと見えてくるのは風情あふれる明かり坂。和江町にゆかりのある作家が小説金沢あかり坂の中で、名もないこの石段をあかり坂と名付けたようです。ここは東茶屋街から歩いてすぐなので、東茶屋街を訪れた際に2つの茶屋街を歩いて、それぞれの特徴を比べてみるのはいかがでしょうか。歩いてお腹が空いたら、和江町茶屋街のすぐ近くにある能登牛ひつまぶし門前がおすすめです。こちらの店については以前の動画で詳しく紹介していますので、そちらもご覧ください。4番目にご紹介するのは、東茶屋街から歩いて2分の場所にある金銀箔工芸桜。ここでは金箔製品の製造、販売、展示など、またどのようにして金箔が作られるか詳しく説明してくれます。ここでは職人さんが実際に叩く機械を使って金箔を1万分の1ミリの厚さまで伸ばしているようです。また薄く伸ばした後の金箔の作業工程も職人さんが興味深く説明してくれます。そして京都の金閣寺です。やっぱこの四角いやつがみんな貼ってあるんですけど、金閣寺は外ですから、これの5倍厚いもの、1万分の5なんです。そしてぜひ見ていただきたいのが2階のトイレ。なんと男性トイレにはプラチナ箔が壁と天井一面にびっしりと貼り付けられています。またこちらの女性トイレは妻に撮影してもらいましたが、約3000枚の金箔が貼られたとても豪華なトイレとなっています。こちらのトイレを使うととてもお金持ちになった気分になりました。こちらのお店では金箔貼りを体験できます。まずはマスキングテープに貼りたい金箔の型をくり抜いていきます。今度は切り抜いたマスキングテープを金箔を貼りたい製品にセットして、その上から金箔を乗せて押さえていきます。次はハケでトントンと上から叩いて金箔を製品に吸着させて、最後にゆっくりマスキングテープを剥がすと完成です。僕は桜の小箱、妻は富士山のコンパクト手鏡ができました。とても面白いので、よかったら体験してみてください。5番目に紹介するのは、和江町茶屋街から徒歩3分の場所にある金沢蓄音機館。こちらには今では珍しい蓄音機540台、SP レコード2万枚が展示されています。特に蓄音機の聞き比べの実演は素晴らしくて、ゼンマイを巻いて動かす蓄音機から流れる音楽は、今のデジタルの音とは全く違う臨場感のある音楽が聴けるので、ぜひ実際に聴いてみてください。また有名なビクターマークの由来であるニッパー君についての説明もありました。ニッパー君は大好きな飼い主が亡くなった後、家族が以前録音した飼い主の声を蓄音機で流したところ、懐かしい飼い主の声を蓄音機から聞いている姿があのビクターマークの由来になったそうです。6番目に紹介するのは石川県立図書館。こちらは
2022年に開館した図書館で、外観は本のページをめくるのをイメージしているそうです。中に入ると真ん中に大きな吹き抜けがあって、ここから約30万冊の本を見渡すことができ、その大きさ、またデザインに圧倒されます。本棚は木の年輪が重なるようなイメージで曲線を描いて連なっていて、図書館というよりどこか海外の円形劇場に来た感覚になります。本好きの方はもちろん、建築好きの方にもおすすめの場所です。こちらの図書館では時々無料のイベントも開催されています。僕が行った時には地元の牛乳飲み比べのイベントが開催されていました。以前の動画で紹介した第七餃子の店も近いので、こちらの図書館を見た後に金沢名物ホワイト餃子を食べに行くのはいかがでしょうか。7番目にご紹介するのは金沢港クルーズターミナル。金沢駅からバスで行くこともできますが、他の観光地も一緒に回りたいので電動自転車を借りて行ってみました。金沢駅前から自転車で30分ほどで金沢港クルーズターミナルに到着しました。中に入ると船の操縦を体験できるシミュレーターがあったり、金沢港を紹介する映像とジオラマもあるので、とても興味深い施設です。ちょうどこの日は日本丸が出港する日だったので、出港のイベントも見ることができました。その後、クルーズ船は大きな汽笛を鳴らしてたくさんの人に見送られて出港していきました。夕方には夕日が沈む様子、また夜にはライトアップされたクルーズターミナルも見ることができます。8番目にご紹介するのはクルーズターミナルから自転車で約10分の場所にある大和麹パーク。ここでは発酵食文化と麹の力を体験することができます。無料の麹パークツアーでは日本の麹が作られる過程や効能などを詳しく説明してくれます。また手がすべすべになる麹手湯、ハンドバスなどが体験できて、麹のパワーも実感できますし、発酵食美人食堂ではここで作っている醤油や味噌を使った発酵食をふんだんに食べられます。料理については以前の動画で詳しく紹介していますので、そちらをご覧ください。ここのお味噌や醤油、麹のドリンクなど一つ一つが体にもよく本当に美味しかったので、たくさんお土産を買って帰りました。9番目にご紹介するのは大和麹パークから自転車で6分の場所にある石川県金沢港大野からくり記念館。建物は江戸時代から明治時代にかけて日本海海運で活躍した北前船をイメージした独特のデザインになっています。建物の中から見ても金沢らしい格子の窓がとても特徴的な建物です。こちらの記念館は幕末の科学技術者からくり師大野弁吉の業績を紹介するとともに、近代技術を代表するからくりが展示されています。実際に触って遊び、からくりを体感できるので、お子さんと訪れても楽しい記念館です。30分もあれば施設をすべて回れますので、近くの金沢港クルーズターミナルや大和麹パークとセットで訪れるのがおすすめです。最後に10番目に紹介するのは飴の俵屋。創業は約200年前、金沢で最も長い歴史を持つ飴屋さんです。昔、血のみ子を抱えながらも母乳が出ず困り果てていた母親たちの姿を見た初代店主が、何とか母乳の代わりになる栄養価の高い食品はないかと考えた末に作り上げたのが俵屋の飴の始まりと言われています。見た目は水飴みたいなんですが、原料は良質の米と大麦のみで、人工甘味料、合成保存料などを一切使用していないそうです。こちらの本店では次郎飴を大きな桶から竹のお箸ですくい取って詰める飴詰め体験ができるので挑戦してみました。こちらは前日までに予約が必要なのでご注意ください。竹のお箸で飴を巻いたりして飴をうまく瓶に入れていきます。体験の後、この飴を持って帰ることができますので、飴を購入する予定の方はぜひお試しください。
お店には他にもいろんな種類の飴が販売されています。特に大人気でこの本店しか買えないジロバターはバターの濃厚な味わいがプラスされてパンに塗っても美味しい飴のバターです。限定商品でここでしか購入できないので本店に行かれた方は要チェックです。他にも歩くだけで昔の佇まいを感じられる武家屋敷跡や金沢三茶屋街の一つの西茶屋街、また金沢県庁の展望台から一望する金沢の景色なども見てきましたが、今回はおすすめ10選からは割愛させていただきました。また番外編として金沢駅から気軽に行ける県外の観光地立山アルペンルートの室堂、雪の大谷バスツアー、バスで行く世界遺産の白川郷なども訪れたんですが、県外なので今回は割愛しています。もし興味のある方はそちらの動画もご覧ください。金沢観光おすすめ10選は以上となります。金沢は本当に魅力的な観光地、見どころがたくさんあって、バスや電動自転車で気軽に回ることもできますので、金沢観光に行かれる時の参考にしてみてください。もし皆さんの知っているもっと魅力的な観光地、場所などあれば、ぜひコメントで教えてください。今回の動画が良かった方は、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。